いつもご苦労様。いえ、リスラさん。今月もこんなに。お父様のお加減はいかがですか？今度私の乗る船は厳しい訓練を終えてようやく皇帝陛下の艦隊に所属することになりました。乗員の士気は大変高く、デュシスとの戦には必ず良い戦果を上げられると思います。私も士官学校主席の名に恥じぬよう、またビスラ家の名誉のためにももっともっと精進して、一日も早く一つの艦を任されるような立派なアナトレー軍人に。アナトレー軍人になれますように努力しております。でも心配はしないでください。私は大丈夫。親友のアリスティアがいつも一緒だから。親友のアリスティアがいつも一緒だから。だから私は大丈夫。最大戦速。エンジンがシャベルが舌を噛むぞ。立ち歩き被弾。タチアナ。ウルバナスとの距離200。鉄鋼粉塵弾発射。反転だ。反転回避。ラビー、ここを出よう。どこか安全なとこに。ラビー、ラビー、起きて。ラビー。ダメだ、立て直せない。シルバーナが。ハリス。ウルバナス。ぶつかる。ダジャルさん。
爆発船体の断裂音。シルバーナロスト。俺のキャリアもこれまでか。操縦桿をいっぱいに倒して、次に左のフットバーをいっぱいに踏み込んで。タッチャーナさん、タッチャーナさん。タッチャーナ。操縦桿を引け、タッチャーネミス。鳥だ。無神経だな。左のエンジンも。士官学校主席の名に恥じぬよう、またビスラ家の名誉のためにも、もっともっと精進して一日も早く一つの官を任されるような立派なアナトレー軍人に。母様、私は大丈夫。親友のアリスティアがいつも一緒だから。
引いて。タチャナさん。無駄なのに。ダメだ。クラウディア液が足りない。私の乗る船は厳しい訓練を終えてようやく皇帝陛下の艦隊に所属することになりました。乗員の士気は大変高く、デュシスとの戦には必ず良い戦果を上げられると思います。シルバーナ、タシャナさん。星が当てにならなくなってきてるってアリスティアさんが。シルバーナは沈んでしまった。みんなもういない。シルバーナを探そう。きっとみんな生きてる。ラストエグザイル。ラストエグザイル。急げ。礼はいい。時間がない。早く行け。出すぞ、下がれ。出力低下。マスバランスが崩れます。我慢してください。その水がなくなったらこのバンシップは飛べません。これ捕まえて。これに乗って砂漠の外へ。クラウス？クラウス？鳥は？
タチアナさんはどうしてシルバーナに乗ることに？他に居場所がなかったから。タチアナさんは貴族の出ですよね。どうして？水への執着がないから。なんとなく。そう、貴族よ。でも新しい土地に上がれずに古い町に取り残された残され貴族。一度は士官学校のトップまで行ったのに、これでも奨学金をもらうくらい優秀だったのよ。すごいですね。優秀だってチヤホヤされていい気になって、軍隊の訓練を甘く見ていたのかもしれない。残され貴族はやっぱりどこまで行っても残され者なのかな。タチアナさん、僕の父さんとラビの父さんバンシップ乗りだったんですよ。そう。でもドゥシスへ和平の書簡を届けようとして。ハミルカル・バルカ。父さんを知ってるんですか？ハミルカル・バルカとジョルジュ・ヘッドのことはバンシップ乗りならみんな知ってる。いつか僕もラビと一緒にあそこへ。グランドストリームは全てを拒絶する化け物よ。シルバーナでさえ大きな傷を負うし、バンシップは3分と持たない。怪物みたいな風に機体が悲鳴を上げて、負けたくなくて操縦桿を必死に押さえつけて、でもバラバラになると思うくらい次々に機体の外板が吹き飛んで。クラウス。今まで草レースの仲間の噂とか自慢話からしかグランドストリームのことを知ることができなくて、実際に行ったことのある人の話は初めて聞きました。父さんたちすごいな。すごいね。バイパスするからクラウディア駅の循環距離があまり取れないけど、ギリギリまで回転数を上げればきっと僕たちの背丈くらいは浮きます。どうですか750、1000、1500、2500回転で急に出力が落ちなければ大丈夫。2000、2250、2500。大切な水よりもクラウディアを選んだんだ。頑張れパンシップ。2300、2280。タチアナさん先に。そっちは。タチアナさん、あなたが前に乗って。よく頑張ったよ赤いパンシップ。シェルターへ向かう。思い出したの。シルバーナの緊急避難シェルターをたどり着ければ補給と修理ができる。前方のアーチ型の岩を目印に2時の方向に進路変更を。了解。見つけた。前方2時方向に目印。了解。2時点だ。
あれだ。デュシス兵。タチアナさん。女の子。夜の時間が迫り来る。あなたはこんな近くでも遠い。憧れて誰を思うのか。命かける姿透き通る美しさに言葉を飲んだ。あなたが空を行くなら私は翼になりたい。どんなに強い風にも決して触れないしなやかな羽。いつかきっともずから父さん、いってらっしゃい。いってらっしゃい。帰ってきたらまたバンシップに乗せてね。やった、インベルマンだ。次回ラストエグザイル第14話エチュードラビ。父さんたちが死んだって聞かされた時、空は青くて高かった。